やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、ビグマンゴの銀メッキケーブル、見た目も特徴的な、ビグマンゴオールブルーだ。青いケーブル、というのは各社から出ているけど、ここまで仕様が定番感あふれる上で、鮮やかなケーブル、というのは他にない、色で冒険してるんだから、音は冒険したくないんだよ、という人におすすめのケーブルだぞ。詳しく見ていこう。このケーブル、実はすでに2回同じ仕様が販売されていて、すでに安定感のある洗剤だ。オーソドックスなグレーのゼブラ、鮮やかなサマヤーとサザカと、色とりどりの同型モデルが存在する。新色の度にしっかり期間を空けて新発売として発売してくれるのは、こちらとしても頭がこんがらなくなるのでありがたい。これらのケーブルは基本的には同じ音、どれも、銀メッキの施された純銅線で、安牌の音色だ。取り回しもすでに他のモデルで保証されてて、ビジュアル的には太めなんだけど、実際に使ってみると柔らかく取り回しやすい。重量も金属部以外にはそれほどないので、外使いでも大丈夫。鮮やかな色合いが一番の購入動機になるんだけど、使ってみて、一番ちょうどいい塩梅のアップグレード線でもある、ということを実感できるはずだ。定番感から外していないのは、外装だけではなく、内装の方も同様。さらに、プラグ選択も、基本的なところは全て押さえてる。イヤホン側が2ピン端子、MMCX、そして QDC 2ピン端子、プラグ側が 2.5mm、4.4mm、3.5mm のそれぞれ3択だ。選択肢の多いケーブルは全て同じページで販売すると、詳細選択で混乱して大変なことになるパターンがあるんだけど、今回も1製品のみでページが作られてるので、比較的間違えにくい。プラグとコネクタの選択は間違えないようにしっかりダブルチェックするように。安牌感のある選択肢なので、初心者とかにもおすすめできるな。見た目から入って、音も納得できるので、見た目で気になった人は購入をおすすめするぞ。それでその音色なんだけど。リケーブルってこういうのでしょ？と言われるような感じ。銀メッキ線らしく、少し高音域側が硬くなり、そこら辺の情報の読み取れる量が増える。でもって、低音域もほとんどの標準ケーブルより力強くなる。強調型、ドンシャリ強化のようなバランスだ。高音域も伸びすぎることはなく、刺さるような音が強化されるような感じもないので、大体のイヤホンに組み合わせやすい。特徴的な部分を上げると、音の成分が偏るように聞こえるかもしれないけど、中音域もしっかり厚みがあって、ウォーム感も損なわれないぞ。色が大きすぎる変化なので、音の方はあんまり変に狙ったバランスにしてほしくない時に、本当にちょうどいい一台だ。空間表現も、高音域のメリハリのおかげで、より広く感じられるようになることが多い。乗り換える標準ケーブルにもよるけど、低価格機を元気なカラーリングで使いたい時に、ちょうど大活躍するケーブル。ってことだ。お値段もちょうどいい感じなので、お気に入りのイヤホンの雰囲気を変えたい時、ガラッと見た目の変わるスーパーブルーは、派手さも含めておすすめだぞ。やっぱ定番は大事だな。といったところで今回はここまで。